エルデンリングやソウルシリーズで高い評価を得ている宮崎秀隆さん。2023年4月にはその卓越した才能でタイム誌が毎年発表する世界で最も影響力を持つ100人に選出。宮崎さんの作り出す重厚な世界観と遊び手を信頼した手応えのあるゲームデザインは世界中のゲーマーを虜にしています。しかし宮崎さんは言います。ソウルシリーズで称賛された魅力の多くはフロムソフトウェアが古くから持っていたものだと。そのルーツの一つがアーマードコア。2022年に新作が発表されると SNS は大きな興奮に包まれました。しかし爆発的なセールスを記録したわけでもないシリーズがなぜこれほどまでに注目を集めるのでしょう。アーマードコアとは一体何なのか。今回はフロムソフトウェアの原点とその軌跡を追います。1997年に登場したメカアクションゲームシリーズ、それがアーマードコア。ゲームの舞台となるのは国家の支配体制が崩壊し、残された組織が武力を持って争い合う荒廃した世界です。プレイヤーは中立的な傭兵となり、アーマードコアと呼ばれる人型機動兵器を操縦。依頼主の思惑に翻弄されながらも様々な任務を遂行していく過程で、その世界の真実に触れていきます。本シリーズはこれまでに全15作品を発表しており、シリーズを通じてグラフィックは大幅な進化を遂げ、世界観は広がり続けています。しかしその決定的な魅力はアセンブルというメカのカスタマイズにあります。機能性だけでなく見た目にもこだわれる多彩なパーツを組み合わせ自分だけのメカを作る。そしてそれを自在に操るメカならではのアクション性。このアセンブルとアクションの融合こそが本シリーズの核となるゲームプレイです。このように黎明期から革新的なゲーム体験を生み出し続けるフロムソフトウェアですが、実は初めからゲームを作っていた会社ではありません。彼らのクリエイティブの原点には一体何があるのでしょうか。1986年11月、陣直俊さんがフロムソフトウェアを創業。設立から7年間はメインフレームと呼ばれる大型汎用コンピューター向けの基幹業務システムの構築を手掛けていました。当時のビジネスアプリケーションの世界は全てが人月計算、つまりどれくらい作業したかという量でしか評価を得られず、ものづくりのプロとして少しでも良いものをという思いを込めたとしても、技術力や作品の品質に対する評価は得られませんでした。そこで彼らに芽生えたのが、作品としての評価を直接ユーザーに問いたいという思い。こうして一からゲーム開発のイロハを学んでいきます。後に宮崎さんはフロムソフトウェアについて、とにかく面白いゲームを作ろうという綺麗事とも言える建前がうまく機能している会社と評しています。営利企業である以上は利益を追求しなくてはならない。しかしフロムソフトウェアには儲かるのはわかるんだけどゲームとしてそれはどうなのというクリエイターとしての目線に立ち返れる文化が根付いている。ビジネスアプリケーションからゲーム業界へ戦場を移したのも自分たちのものづくりの姿勢に誇りを持っていたからこそ。ゲーム機の高性能化によって次第に開発リスクが高まり、作り手の思いよりも市場のニーズが優先されるという風潮の中で、フロムソフトウェアは作りたいものを作る、少しでも良いものをユーザーに届けるという考えを大切にしました。このような思いは企業文化として醸成されます。フロムソフトウェアのデビュー作となったのが1994年発売のキングスフィールド。当時としては斬新なリアルタイム 3D グラフィックスを採用した一人称視点のアクション RPG です。当初は地下迷宮を舞台にしたパソコン用の 3D メカアクションゲームとして制作されていましたが、ハードの制約から開発が中断。ところが優れたポリゴン描画性能を誇るプレイステーションが登場したことで、地下迷宮の探検に絞ったプロジェクトとして生まれ変わります。発売初期は国内では馴染みの少ないゲーム性とその難易度の高さからすぐには受け入れられなかったという本作。しかし一定のプレイヤーからの評価は高く、口コミや一部のメディアが取り上げたことで徐々にセールスを伸ばし始めます。なお具体的な売り上げは公にされていませんが、アメリカのゲーム雑誌ゲーマーズリパブリックのインタビューによると、開発者の口から想定の2倍以上売れたことが明かされています。家庭用ゲーム市場での足がかりを得たフロムソフトウェアは、キングスフィールドから得た知見をもとに 3D メカアクションゲームという当初のコンセプトを実現。アーマードコアの誕生へとつながっていきます。1995年、フロムソフトウェアはキングスフィールドに続く次なる一手としてアーマードコアの開発に着手。プロデューサーを務めたのは唐沢康義さん。彼の名前はシリーズの伝統的なレーザーライフル唐沢の由来にもなっています。最初はメカのプロトタイプを作るところから始めたんです。それが動いてミサイルが撃てるようになった時、アクションゲームとしてどういう形にするかを考えました。初期のキャラクターは段ボールで作った間に合わせのロボットのような見た目でしたが、アクション自体の完成度は高く、不格好なままではもったいないという声が上がります。そこでコンタクトを取ったのがマクロスシリーズで知られるメカニックデザイナー川森昌司さん。初めにプロトタイプを見た時は洗練されているとは思えませんでした。しかし彼らのデモ画面を見せてもらうと魅力的なビジュアルデザインの方向性が示され、やりたいと思ったんです。なおシリーズを象徴するアセンブルの仕組みは開発途中で生まれたもの。かっこいいって人それぞれですよね。様々な人に意見を聞くと本当に多様性があって、気がついたら何百万通りもの組み合わせが考えられるようになっていったんです。
メカのデザインをどこまで細分化するかについては多くの検討を要したものの、最終的に胴体、頭部、腕、下半身といった外装とブースターやジェネレーター、火器管制装置といった内装、そして腕や肩に搭載する多彩な武器とに分けられ、本シリーズの基礎が完成しました。特定のコンポーネントを優位に作ると、プレイヤーはどうしても最強のロードアウトを見つけてしまう。それを避けたかったので、全てのパーツにトレードオフの関係を持たせたんです。唐沢さんが最強のロードアウトを望まなかったように、私も誰もが欲しがるような突出したデザインが一つになるのはつまらないと考えました。選択肢に意味を持たせようとしたんです。1997年7月に発売したアーマードコアは、その年に約14万2000本というセールスを記録。複雑なカスタマイズとほぼ全てのボタンを必要とする複雑な操作体系に戸惑うプレイヤーがいたものの、アセンブルの多様性と遊ぶほどに上達する操作性はゲームに奥深さや達成感をもたらし、その後のカルト的な人気を構築する要因にもなりました。ストーリーの側面では、多くを語らない考察の余地を残したストーリーテリングを採用。フロムノーと呼ばれるミーム誕生のきっかけを作ります。その後のアーマードコアシリーズは新たな世界観を築きながらゲーム性も進化。次世代機の登場に合わせグラフィックはよりリアルに、オンライン環境が整うとマルチプレイを主体にした作品も誕生します。しかし売上の推移を確認すると、このような進化は必ずしもファンの拡大につながったわけではないようです。フロムソフトウェアは確かに面白いゲームを作る。しかしそのターゲットはコアなゲーマーに限られ、メジャーな支持は得られていない。そのようなイメージは長くコミュニティにとって共通の認識のようになりました。ところがソウルシリーズでそのようなイメージを徐々に払拭すると、2022年エルデンリングが世界的な大ヒットを記録。2023年には全世界販売本数が2000万本を突破し、フロムソフトウェアはメインストリームで評価されないというそれまでのイメージを覆しました。この快進撃の中心にいたのが宮崎秀隆さんです。30歳を目前に初めてゲーム業界に足を踏み入れた宮崎さんは、数々のヒット作を生み出し、たった10年でフロムソフトウェアの代表取締役にまで昇進しました。この恐るべき才能はどのように育まれたのでしょうか。1974年に生まれた宮崎さんはデジタルゲーム産業の成長とともに育った世代。しかし同級生がドラゴンクエストで遊ぶ中、彼はテレビゲームを禁止されて育ちます。そんな宮崎少年にとって数少ない娯楽の一つが読書。書斎で見つけたいくつかの本をきっかけにファンタジーやゴシックホラーの世界に夢中になったといいます。中でも彼のキャリアに大きく影響を与えたのがファイティングファンタジーという読者の選択によってストーリーが変化するゲームブックシリーズ。本作はテーブルトーク RPG ダンジョンズ&ドラゴンズの熱狂的ブームを背景に、一人でも RPG の楽しさを味わえるようにとスティーブ・ジャクソンとイアン・リビングストンによって制作されました。宮崎さんはとりわけソーサリーというシリーズの中でも大人向けの作品を熱心に遊んだといいます。彼の得意とするダークファンタジーの世界観は本書が原体験となり、 RPG のデザインやメカニズムについて強力な基盤を得るきっかけとなりました。より多くの物語に触れたいと願う宮崎さんでしたが、家庭は貧しく新しく本を買う余裕はありませんでした。そこで通い詰めることになるのが地元の図書館。たとえ難しい漢字や英語で書かれた本であっても、挿絵をヒントに理解の及ばない空白を自身の想像で埋めていったといいます。それはまるで原作者と共に物語を執筆しているかのような体験で、この時に感じた喜びは宮崎さんの作家性に大きな影響を及ぼしました。宮崎さんが初めてゲーム機を手に入れたのは進学を機に上京した時のこと。幼少期の反動か多くのテレビゲームを遊び、中でも東京魔人学園剣風町は何周もしたと述べるほど熱中。なお後に宮崎さんは東京魔人学園剣風町のプロデューサーである梶井武さんとタッグを組んである傑作を生み出すことになるのですが、それはまた別の話。大学で社会科学を学びながらもすっかりデジタルゲームの虜となっていた宮崎さんは、自然な成り行きでゲーム業界への就職を希望します。しかし彼が最終的に選んだのは外資系大手 IT 企業オラクル。その理由について宮崎さんは過去にまとまったお金が必要な事情があったとだけ述べていましたが、昨年ザ・ニューヨーカーのインタビューにて妹の学費を稼ぐためだったと明かしています。オラクルでの仕事は楽しく何の不満もなかったという宮崎さん。しかし2001年に運命の出会いが訪れます。友人に勧められたイコを遊んだことでビデオゲームの持つメディアとしての可能性に目覚めました。自分でも作りたい、そう思ったんです。とはいえ30歳を間近に控えた業界未経験のプランナー志望を歓迎する会社は限られました。そしてそんな数少ない企業の一つがフロムソフトウェアです。当時の社長である陣直俊さんは、ものづくりの現場には刺激が必要、社内には多様な感性、多様な経験が共存した方が良いとの信念を持っており、中途採用においてゲーム業界での就労経験を問いませんでした。こうして2004年9月宮崎さんはフロムソフトウェアへ入社。給与などを含めその扱いは4月入社の新入社員と同じだったといいます。しかし彼の類いまれな才能が認められるまでそう時間はかかりませんでした。
宮崎さんのゲームクリエイターとしての人生はアーマードコアラストレイブンの敵 AI の設計から始まります。ほどなくしてゲーム制作とは何かを理解するための様々なパートを経験する機会を与えられ、続くアーマードコア4では早くもリードプランナーへ昇進。そして驚くべきことにその開発途中にはディレクターへと就任してしまうのです。その役割は続編であるアーマードコア4アンサーへも引き継がれました。アーマードコア4の発売は宮崎さんの入社からわずか2年後。この速度で看板シリーズのディレクターを任されるまでに至ったことは驚異的としか言いようがありません。アーマードコア4で新しいディレクターを必要とする状況がなければ現状はありえませんでした。先のラストレイブンにしても私がいろいろなパートを経験させてもらえたのは、このタイトルがいわゆる続編であり安定したゲームシステムを持っていたから、端的に言えばとても幸運でした。しかし幸運だけでディレクターという大役を任されるはずがありません。アーマードコアのほぼ前作に携わる鍋島俊文さんは過去にこう話しています。プランナーに求められるのは地頭の良さや伝えるべきことが一発で伝わるようなコミュニケーション能力です。宮崎と一緒のチームで仕事をした時、こいつは仕事できるなと感じました。宮崎さんによるアーマードコアは機動性を追求した戦闘が従来とは一線を画すものでした。中でも緻密なキャラクター描写と奥深い世界観は多くの称賛を集めています。しかし4アンサーを最後に宮崎さんはアーマードコアの開発から離脱。代わりにかつてゲームブックの世界で憧れたダークファンタジーをテーマに数々のヒット作を生み出します。そして入社10年目となる39歳で代表取締役に就任。フロムソフトウェアを一躍業界のトップへと押し上げます。一方でかつての看板シリーズには長い沈黙が訪れます。1997年のデビュー以来、アーマードコアはフロムソフトウェアの顔として進化を続けていました。しかし2013年発売のアーマードコアバーティクトデイ以降、深い沈黙に包まれたのです。 3D メカアクションというニッチなジャンルを支え続けたシリーズの休眠に多くのファンが悲しみました。やがて新作に対する期待は叶うはずのないものを願うような祈りへと変わり、そしてそんな祈りはインターネットミームへと発展します。その内容はポケモン GO が流行るとその対極にあるものとして体は闘争を求める。するとアーマードコアを買う人が増え、新作がリリースされるというもの。この風が吹けば桶屋が儲かるにも似たロジックが話題になると、一見無関係に見える出来事とアーマードコアの新作発売を結びつける投稿が大喜利の様相を呈し、様々なバリエーションが生み出されました。こうした盛り上がりはシリーズ未経験者にまで届き、アーマードコアの知名度は飛躍的に向上。同時に発売を望まれながらも発売は望めないコンテンツとしての認識も広まっていきます。だからこそあの日 SNS が震撼しました。2022年12月9日、フロムソフトウェアがアーマードコア6 Fires of Rubicon を発表。約10年ぶりとなる新作にゲームコミュニティに衝撃が走ります。往年のファンは熱狂し、宮崎さんがイニシャルディレクターを務めることが明かされると、ソウルシリーズで増大したフロムソフトウェアファンも歓喜の声を上げました。さらにミームを知る多くのゲームファンをも巻き込んで、アーマードコア6の発売はシリーズ史上最大の盛り上がりを見せたのです。今作でプロデューサーを務める小倉康則さんは2003年にフロムソフトウェアへ入社。数々のタイトルでプロモーションを担当しますが、アーマードコアにかける思いは特別なものでした。アーマードコアシリーズはフロムソフトウェアの創業当時から続く IP ということで、その火を絶やしたくないという思いが強くありました。シリーズのプロデューサーは前任者がすでに退職しており、プロデューサー不在の期間が長く続いていたんです。そこでプロモーションを担当していた私が商品性という観点を持って携わることができればタイトルにとっての一助になると考え、プロデューサーに立候補させていただきました。今作の開発は2018年にスタート。宮崎と2人のコアメンバーがイニシャルディレクターとしてプロトタイプを制作し、新たなアーマードコアシリーズが次にどこへ向かうべきなのか、その方向性を決定しました。しかし開発が進む中で宮崎さんはエルデンリングに専念することを余儀なくされます。そこで白羽の矢が立ったのが、赤炉でリードゲームデザイナーを務めた山村勝さん。社長室に呼ばれてディレクターやってみると言われたのでやりますと答えた次第です。軽々しく聞こえるかもしれませんが、その決断は覚悟を伴うものでした。山村さんの入社は2011年に発売したダークソウルの開発終盤。当初は敵やアイテムの配置などシンプルな作業だったそうですが、ダウンロードコンテンツではいきなりボス2体を任されたといいます。さらにブラッドボーンの開発で経験を深め、赤炉では作品の核ともいえるバトルデザインを担当。相手の体幹を削り姿勢を崩すことが戦闘の要となっていた赤炉に対し、今作アーマードコア6でも相手の姿勢を不安定にするスタッカーと呼ばれる仕掛けが用意されています。バトル中にも区切りとなる成功体験が欲しいという考えがありました。決着がつくまでの過程の中にもプレイヤーがこれはうまくいった、気持ちいいと思えるような瞬間を作りたかったんです。
本作の方針は人間にはできない拡張されたアクション。メカであれば地上と空中を自由に行き来することができますし、ミサイルとマシンガンを同時に撃ちながら突撃するといったアクションも可能です。人間のキャラクターではできない3次元的で同時並列的なメカ特性とアセンブルによる拡張性は、近年の弊社タイトル開発で培ってきたバトルデザインと掛け合わせることで、より刺激的なゲーム体験に結びつくと考えたのです。また小倉さんはフロムソフトウェアらしい難局を乗り越えた先にある達成感が今作も健在であると述べた上で、本作の核となる体験がアセンブルがもたらすプレイスタイルの自由度と多様性だと話しています。これは今作が敵の動きを学習してかすかな予兆をつかみアクションの精度を高めるというフロムソフトウェアの伝統的なゲームプレイを持ちつつも、アセンブルを工夫してボスの強みに打ち勝てる機体構成を探るという本シリーズならではの楽しみ方があることを示唆しています。火をつけろ、燃え残ったすべてに。これは今作のストーリーに絡めたフレーズというだけでなく、新作に恋焦がれたファンたちのくすぶる期待を反映した秀逸なコピーです。発売前の体験会であるファンが新作はどれくらい売れると考えているかと尋ねると、小倉さんはこう答えたといいます。売り上げは考えていない。ずっと作りたいと思ったから作った。今作に捧げたのは数字や指標ではなく燃え残っていた情熱。宮崎さんはかつてとにかく面白いゲームを作ろうという綺麗事とも言える建前がうまく機能している会社と自分たちを評しましたが、小倉さんの言葉はまさにそれを体現しているかのようです。かつて本シリーズは必ずしも大衆が求めるゲームではありませんでした。しかし最新作の発表を取り巻く熱狂を目の当たりにすると、10年にも及ぶ休止期間はアーマードコアを新たな次元へと押し上げるために必要なものであったと感じずにはいられません。果たしてアーマードコア6はかつてのファンの情熱を再び燃え上がらせることはできるのでしょうか。そしてその炎はどこまで広がっていくのでしょう。答えはすぐそこにあります。今回は以上です。ゲームディグひねるがお送りしました。最後までご視聴いただきありがとうございます。